今日はですね、自民党の、安倍派を中心としたですね、裏金問題について解説したいと思います。自民党は安倍派って言っちゃうのも、清和研究会ですかね。もう安倍さんも亡くなられてるし、そこで安倍派っていうのは、本当朝日新聞とかその辺の報道機関の悪意を持った安倍イコール悪みたいな左翼の人たちの言説に寄り添う、ちょっとミスリードを煽るのかなっていうふうに思います。正確な表現をした方がいいんじゃないかなと、これに関して思いました。他のね、岸田派とか二階派とかいろんなところでもですね、裏金問題っていうのは多少なりともあるんですけれども、旧安倍派の問題っていうのは、派閥側の収支報告書にも載ってないし、議員側の収支報告書にも載ってないので、裏金っぽい運用をしていたのは間違いないだろうみたいな感じの流れになっていて、他の派閥のやつは派閥の方の収支報告書には載ってるんだけれども議員側には載ってないとか、逆に派閥側は載ってないけど議員側には載ってるとか、だから単純にその記載漏れに近いような状況があるんじゃないかなということで、旧安倍派が結構追及されて、もちろん金額もでかいというところがあるんですけれども、これ政治資金規正法で立件しようとしてるみたいなんですけど、東京地検特捜部はもともとこれね、大学教授の人が趣味というかですね、こういった政治のお金の動きをですね、調べるのが趣味みたいな人がいて、この人が東京地検特捜部に告発をして捜査せざるを得なくなってやってみたら、なんかいけるかもなっていう話になってると。で、森本さんっていう、今何ですか、最高検の刑事部長ですかの人がイケイケでオリンピックの議告とかその辺も捜査指揮してたみたいなんですけど、その人が中心となってイケイケの人らしいんですけれどもやってると。ただなんていうんですかね、今回の問題っていうのは考えられる立法で言うと贈収賄、あと立憲で言うと贈収賄、政治資金規正法違反、そして所得税法違反ですね。この3つが考えられると思うんですけれども、還流してるお金がせいぜい数千万円。一つの議員の事務所で数千万円ぐらいの値段なので、所得税法違反でやるにしても、修正申告プラス重加算税が課される、懲罰的な税金が課されるぐらい、これぐらいが関の山なんじゃないかなと。億を超えるようなですね、額を脱税してるとなればですね、告発されて、罰金刑なり執行猶予なり、懲役刑の執行猶予なりがついたりとかするぐらいのレベルにはなるのかもしれないですけど、なかなかその辺も難しいかなと。ということで、あと贈収賄ってなるとですね、これ、おそらくその政治資金パーティーにお金を出した企業とかが裏金になるのを知っていて議員個人にお金を送ったっていうところまで認識してるっていう風に、ぐらいまでやらないと贈収賄では多分立件できないんで、多分贈収賄はかなり難しいだろうなと。だから所得税法違反も贈収賄も難しいんで、結局政治資金規正法違反でやらなければいけないと。政治資金規正法違反でやるためにはですね、お金を出してる側がですね、明確にこれは裏金だと。お前らなんか帳簿に載せないで裏の金として領収書もいらない金として自由に使っていいぞというようなことをですね、明確にその指示を出してなければいけないということで、できれば物的証拠ですよね。LINE だったりメールだったり電話の録音だったりとかですね、そういったものがあれば容易にできるんでしょうけれども、会計責任者なんかみんなノイローゼ状態になってるみたいなんですけど、その会計責任者の人たちを吊るし上げて自白を取る。でもこれだけだと多分ね、なかなかその影響範囲も大きいので、それだけでその公判が維持できるかっていうとなかなか難しい可能性もあると。ただ、特捜部もこの大学教授からの告発を真面目に最初はそんなにやるつもりはなかったっぽいんですけど、メディアにリークされちゃって結構盛り上がってるじゃないですか。自民党の議員の裏がね、作りやがって、みたいな。それなのに消費税増税すんのかとかですね、結構ボロカスに叩かれてるんで、特捜部はこれ、なんていうんですかね、そこまでやりたくなかったんだけど、ここまで騒がれちゃったらやらざるを得ないよねってなってるような気もするんですよ。だから50人増員をしてやらなきゃいけないと。で、これ何をやらなきゃいけないかと、まずですね、この政治資金規正法違反をやるためには全てのその裏金の流れを突き止めなければいけないわけですよね。そうすると本当細かい何万円何十万円みたいな金の動きみたいなの全て証拠として抑えていかなければいけないんで、膨大な書類作業が必要になってくるんですけれども、この膨大な書類作業を応援に来た検事たちがせっせとやらなければいけないというのがまずあるわけですよね。それをやったからといって確実に立件できるわけでもないので、だから
泰山明動してネズミ一匹みたいな感じにもなりかねない。でもこれまで盛り上がっちゃってるから、世間の特捜部に対する期待、僕なんか全然1ミリも期待してないんですけど、ただの巧妙のためとか自分が考える正義を実行して弱い者いじめをしてるだけなんじゃねえかと俺は検察に対しては思ってるんだけども、世の中のバカな大衆はですね、拍手喝采をしたりとかしてるわけですよ。大した金じゃないんだけどね。で、これはもう想像なんですけど、まず、細かいキックバックのお金をいちいち記載するのがめんどくせえっていうのは一つある。あとですね、飲み会とか、そういったところでお金を使うときにですね、この裏金をプールして使ってたんだろうと。昔ね、検察の裏金問題っていうのもあったんですけど、それも似たような構図。警察もそうだし、NHK の裏金もそうですね。ただ、それを私的に愛人へのマンションを借りてあげるとか、プレゼントするとか、そういったことに使ってる人も中にはいるのかもしれないということで、その辺はちょっと悪質なのかな、みたいな話になって立件されるかもしれないんですけど、どっちにしてもですね、せいぜい数千万円から数億円一人当たりって言うと、そうするとですね、一生懸命頑張ってやったところで、せいぜい略式起訴して、罰金刑みたいな、罰金50万円とか、罰金20万円みたいな話になってしまう可能性もあるんですよね。もちろんその議員がそれやってたらもう、そこまで認識してたってなると、議員は公民権停止になりますけど、それにしてもですね、そこまで持っていくハードルはとてつもなく高いですね。なので、本当は本音としてはやりたくないと。国税の方もこの所得税法違反とかこっちに持ってこないでくれって多分押し付け合ってると思うんですよね。そう考えるとですね、特捜部意外と今回の問題に関して言うと、捜査員50人増員して一生懸命立件に向けて動いたところでですね、罰金刑しか取れないってなったら、昔ですね、東京佐賀急便事件っていうのがあったんですけど、その時に金丸信っていう人をなんとか捕まえようとして、結局略式起訴で罰金刑ぐらいまでしかできなかったんですね。でも金丸信さんって言うともうね、昭和のドンみたいな、裏のドンみたいな感じのもう、また悪そうな顔してるんですよ。別にそこまで悪い人じゃないと思いますけど、悪そうな顔、世間的にはね、テレビ的には映える悪人顔していたので、もう本当に自民党の金権政治の総大将みたいな感じの流れで、金丸信さんめちゃくちゃ叩かれてて、東京地検特捜部頑張って、あいつを牢屋に放り込めみたいな感じになってたのが、全然腰砕けになっちゃって、罰金刑で終わっちゃったっていうことで、検察庁の看板のね、あそこはだってあれですよ。東京都千代田区霞が関1丁目1番地1号っていう、1の1の1なんで、そこに赤レンガの検察庁の建物があるんですけど、そこの検察庁って大理石かなんかでね、作られた看板があるんですけど、そこにペンキをかけられてですね、彼らはね、だからもう、今回の問題は、とにかくペンキをかけられないようにするためにはどうしたらいいのかってことを、どうやらめちゃくちゃ考えてるらしくて。だから、なんていうの茶番だと僕は思います。正直そんな大した金じゃねえし。政治家もね、秘書なんかね、もう本当に、僕も政治家の秘書ですけど、僕はちゃんと働いてないですけど、普通の政治家の秘書ってマジで議員と一緒に地方暗記したりとか、下げたくもない頭下げたりとかしてるわけですよ。だからめっちゃストレス溜まってると思うんですよね。なので、それを癒すための何か、わかんないけど、領収書取れない金とかを使うために裏金を作ったんじゃないかなと思ってるんですけど、そんなこんなでですね、非常に難しい問題なんじゃないかと思いました。ということで、今日のニュース解説この辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。